アニメ化。舞台は宇宙世紀0088。この時代に生まれた斬新な設計を持つモビルスーツであるダブルゼータガンダム、コードネームシータガンダムとも呼ばれるこの機体は、その性能はもちろん、開発経緯やアニメでの活躍やその後さらなる進化やデザインの誕生裏まで、全てにおいて型破りな存在になろうとしていた。ダブルゼータガンダム、型式番号 MSZ010。 テレビアニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」が初出。機動戦士ゼータガンダムの主役機であるゼータガンダム、月にあるアナハイムエレクトロニクスが作り出したこの最新技術の結晶がカミーユビ団と呼ばれるニュータイプと共に活躍していた裏側で、その発展機も同時に開発されていた。扱いの難しさに定評のあるゼータの進化機となると、限られた人間にしか扱えない機体と思われたが、この機体は意外なことに多くの少年少女に扱われた特殊機であったという。それがアニメじゃない頃から姿を変えてきた機体、ダブルゼータガンダムである。本機は分離合体かつ可変可能な設計に加え、桁違いの火力とニュータイプが進化を発揮できる要素など、メカ的なロマンを大量に詰め込んだ機体である。まず装甲はガンダリウムガンマの多重空間構造になっているのだが、その恩恵でたとえ鉄器の爆発などに巻き込まれようとも十分耐えれるほどの強度になっている。さらにニュータイプの脳波に反応して超常的な力を発揮したゼータガンダムのバイオセンサーの改良版を組み込んだことで、脳波で操縦のサポートから武装の強化まで可能であるなど、チート機能としてもより凶悪なものになっている。一方でこの機能には普段はリミッターがかけられているという説もあり、それゆえにオールドタイプでも扱えるらしい。ちなみにバイオセンサーはコアブロックに搭載されているのだが、一説ではあらかじめパイロットの脳波パターンを登録しておくことでバイオセンサーのシンクロ率を上げていると言われている。さらに本機はゼータガンダムを軽く上回る出力の実現かつ、かつて機動戦士ガンダムで活躍したガンダムプラス G アーマーのコンセプトを短期で実現させようとするために、上半身の A パーツ、下半身の B パーツ、そしてコアファイター3機の分離合体方式になっており、そのそれぞれが戦闘機に可変可能になっている。 A パーツの戦闘機形態はコアトップ。こちらは上半身パーツと本機の武装であるダブルビームライフル、そしてコアファイターで構成されている。基本はコアファイター側で制御を行うものの、ダブルビームライフル側にも予備コクピットがあるため、コアファイターがなくとも操縦可能。ただしダブルビームライフルのコクピットはダブルゼータガンダムへの合体時にパイロットの安全が確保できないものになっており、アニメでもビーチャオーレグとエルビアンノが振り回されてひどい目に遭っている。続いて B パーツの戦闘機形態はコアベース、下半身とバックパック、そしてコアファイターで構成されており、バックパック側の武装の恩恵で十分な火力を持つ戦闘機になっている。そして最後は3つのパーツのコクピットを担うコアブロックであるコアファイター。こちらはかつてのガンダムのものと違い、コクピット内は全天周囲モニターと同様の機能を持つ上に、バイオセンサーと連動したサイコミのメインプロセッサーやコプロセッサーを搭載。脱出機能も健在な戦闘機となっている。そしてこの3機が合体することで、まずは G フォートレスというモビルアーマー形態となり、そこから変形してダブルゼータガンダムになるのだが、そのまま合体するとコアブロックが3つになるため、合体前にコアトップとコアベース側のものは切り離して戦線を離脱するという流れになっている。また上半身の前腕部と下半身の膝から下のスラスターは可変する際に180度回転し、前腕部と脚部が完成するという前代未聞な仕組みになっている。ちなみに G フォートレスは先ほどの G アーマーのコンセプトを色濃く受け継いだ形態になっており、持ち味である高火力を生かしたままで長距離移動を行えるものになっている。また実現することはなかったが、この形態は武装を強化したプランも考案されていたりと、
本機は強力な戦闘機としての活躍も大きく視野に入れられていたようである。武装に関してはこの時代最高クラスのものが揃えられている。まず頭部には2種類の武装があり、一つはこめかみや側面に2門ずつの合計4門が付けられたダブルバルカン、もう一つは額部分にもともとサイコガンダムに対抗するために作られたと言われるハイメガキャノンが付けられている。これはエネルギーを一点集約させることで大量破壊兵器であるコロニーレーザーの5分の1の威力を誇るメガ粒子砲を発射するというもので、戦艦のような巨大な標的でも容易に破壊できるものになっている。もっともその反動で一度撃つと特殊な状況を除いてエネルギー不足で通常の武装もろくに使えない状態に陥ってしまうという諸刃の剣でもあったりする。続いてリックディアス2やファッツ、プロトタイプダブルゼータガンダムを経て完成したもので、小型のジェネレーター内蔵型のメイン武装であるダブルビームライフル。こちらは百式が使っていたメガバズーカランチャー並みの威力をバンバン撃つことが可能な代物になっている。さらにバックパックにはダブルビームライフル並みの威力を誇るダブルキャノンが付けられている。こちらは鉄器のガンダリウム合金どころか本機よりも大きめの隕石さえも真っ二つにできるハイパービームサーベルとして使うことも可能である。他にも本機唯一のミサイル祭り用としてバックパックの上部には21連装ミサイルランチャーが2機搭載されている。これらの強大な火力ニュータイプ専用機としての要素を兼ね添えた本機はいわゆる第4世代モビルスーツとして誕生することになった。さらに構造自体は意外にも全身各部をユニット化しているため損傷パーツ交換や装備の換装がしやすいはずなのだが、実際はそれで高い技術を持つ整備士がやっと調整できるレベルであるなど規格外の複雑さを持つ機体でもあった。そしてそれには本機の開発背景が大きく関わっていた。そもそも本機の開発自体はゼータガンダムの完成から2年遡った宇宙世紀 0085。一説ではこの当時月にある悪徳軍産複合企業アナハイムエレクトロニクスが G 計画という次世代のガンダムの開発計画を進めていた。とはいえガンダムばかりというわけでもなく、その一環としてリックディアスのような非可変機やメタスやゼータガンダムなどの可変機、そして可変機の発展型という3種類のカテゴリーで争わせ強力な新型機を作り上げようとしていた。この中で一番の問題は可変機の発展型という無茶なカテゴリー。まともな可変モビルスーツすらできていなかったこの時代にその発展型を同時に開発するとか正気の沙汰ではなく、当然技術的に作れないパーツも出てきてしまったため計画が凍結されてしまったのである。そこから G 計画はユーゴの戦力を完成させていく中でゼータ計画となり、機動戦士ゼータガンダムの主役機であるゼータガンダムが完成するのだが、それだけでは急速に変化していく兵器事情を生き抜くには心もとない状態であった。そこで凍結していた可変機の発展型というプランが再び日の目を見ることになる。しかも今回は可変モビルスーツの設計も出来上がり技術も上がっているためリベンジにはちょうど良い頃合い。こうしてダブルゼータガンダムを作る計画が本格的に開始されたのである。アナハイムとしてはゼータガンダムを超えるものを目指すということで、前代未聞のジェネレーター、それを従前に活かせる武装、そして可変機の技術を集結させるために、一説では先ほどのリックディアス2やファッツを武装や装備検証用として、本機の性能全般のテスト機にはプロトタイプダブルゼータガンダムを作り上げた。この時はまだ上半身である A パーツと下半身である B パーツの2つが合体するという仕組みであったが、思ったよりも出力が低い上に実験中に暴走、助けに来た仲間のコアファイターがなければ危うくテストパイロットごと爆散していたという事故が発生。そこから設計は再度見直され、この頃には従来のコクピットよりは生存能力が高いと再評価されていたコアファイターと A パーツ B パーツという3つのパーツ構成を採用。そのそれぞれに
以前は作れなかった新開発の高出力ジェネレーターを搭載。全てを集約させることで戦艦の全出力に匹敵するエネルギーを持つ凶悪マシーン完成のめどが立ってきたのである。そうして3機のパーツの分離合体を可能とした試作機プロトタイプダブルゼータガンダムの2型が完成し、そこに高出力に見合う実験武装を装備させてテスト開始。その実用化をもってダブルゼータガンダムが完成することになったのである。こうしてついに日の目を見た本機は宇宙世紀0088機動戦士ゼータガンダムでの激戦を終えて工業コロニーであるシャングリラに停泊していたアーガマ隊及び現地でそのメンバーとなった主人公のジュドーアーシタを含むジャンク屋の少年少女とレユーゴの志願兵であるルールカたちと大きく関わっていくことになる。そしてまずは機動戦士ガンダムダブルゼータの第7話でドッグ艦ラビアンローズからアーガマ隊への戦力としてルーと共にコアファイターだけ先行配備される。彼女の巧みな技術でネオジオンのガザ D を翻弄しており、9話ではまだお笑い時代のグレミートトをはめて彼のガザ C をちゃっかり再起不能にしている。続いて10話と11話でジュドーの仲間であるビーチャオーレグとモンドアガケの手でネオジオン軍にコアファイターを引き渡されかけた挙句、アーガマ隊の主戦力であるゼータガンダムがネオジオンのマシュマーセロが狩るハンマハンマにやられてしまうのだが、紆余曲折あってなんとか初の合体に挑む。相手が某最強のオールドタイプと違ってマシュマーだったことも幸いし、ちゃんと空気を読んで合体を見届け決めポーズまでさせてくれたためにダブルゼータガンダムとして華麗な初デビューを果たすことに成功。隕石さえも切り裂くハイパービームサーベルとダブルビームライフルの破壊力でハンマハンマを圧倒し初勝利を飾ることになった。そこから12話ではコアトップにエルビアンノとビーチャ、コアファイターにジュドー、コアベースにルーとジュドーの妹であるリーナ・アーシタが乗り込みドッグ艦ラビアンローズへ向かっている。しかし任務から脱線したジュドーたち、それをリーナとルーが止めようとする中、紆余曲折あってネオジオン軍と戦闘になり、最終的にリーナがグレミーのガザ D にさらわれてしまうことになるのだが、本機はこの戦いで初のハイメガキャノンを使いキャラスーンが狩るアールジャジャを撤退させている。そして以降のエピソードでも本機を構成する戦闘機にはジュドーとその仲間たちが乗り込み、基本はアーガまでの作戦中に何度もリーナを助けるために動くことになる。しかし一筋縄ではいかず、リーナが囚われている敵艦のエンドラに奪還しに行くも彼女を盾にされて失敗。忘れられたコロニーであるムーンムーンでも何度か交戦していたキャラのアールジャジャを撃破した後、戦闘に巻き込まれてしまっていたエンドラに向かったグレミーが再びリーナを連れ出してしまう。その後17話では捕虜にしていたキャラにコアトップが奪われるも、イーノアッパー部が乗るコアベースと連携してジュドーのコアファイターが強制的に合体させることに成功する。その後ガゾウムとガザシーを退けネオジオン軍の LP プルが狩るキュベレイマーク2と交戦。初めて見るファンネルの攻撃に苦戦する中、アーガマからのハイパーメガ粒子砲で事なきを得ている。しかしこの武装でネオジオンの本拠地であるアクシズを攻撃する計画があること、ハイコロニーさえも容易に破壊する威力を目の当たりにしたジュドーはリーナごとやられてしまうと焦ることになる。そこでコアファイターでアクシズに独断で潜入し、内部でキュベレイマーク2のパイロットであるプルや宿敵となるハマーンカーンと出会う中、3度目の奪還劇を繰り広げるも再び失敗。20話では月のグラナダでガザ C を相手に2度目のハイメガキャノンを発射。建物に被害を出しつつも勝利している。その後もキュベレイマーク2やバウ、そしてガゾウムやラカンダカランのドライセンなどと立て続けに交戦することになりながらも、結局はリーナ奪還につながらず、ついには地球へ侵攻を始めるネオジオンや成り行きでプルと共に地球に降りたジュドーのゼータガンダムに続いて、アーガマ隊と共に地上のアフリカへ降りることになった。その直後に再びジュドーが乗って現地のジオン残党と交戦後、
ネオジオンが制圧したダカールへ向かうことになるのだが、アーガマはカラバと合流して作戦を行うためすぐには動けない状態であった。そのためプルを含む呪道たちがガンダムマーク2、ゼータガンダム、百式、メガライダー、そして本機で構成されたガンダムチームで動くことになる。ダカールまでの道のりでは、砂漠のロンメル隊、ある残党が残したゲルググなどの一年戦争から地球に潜伏していた残党と交戦している。そんな中で時には合体後の本機にルーはともかくいいのも単身で乗り込んでいるのだが、十分に制御できているためバイオセンサー要素以外はかつてのゼータガンダムよりは扱いやすいようである。そしてネオジオンが制圧するダカールでは、仲間の協力でジュドーが連邦の迎賓館にいるリーナを助けに行き、ハマーンと鉢合わせてしまうのだが、彼女に撃たれそうになったジュドーをかばったリーナが負傷することになってしまう。そこでジュドーはニュータイプとしての力を大きく覚醒させ、ハマーンを怯えさせた結果脱出に成功することになるのだが、そこからリーナを医者に連れて行く最中に激戦に巻き込まれ、一度撃ち落とされてしまう。なんとか2人とも助かったものの、その後襲撃してくるグレミーのバウ率いる部隊を迎撃するために苦戦しつつもダブルゼータガンダムに合体。しかし激戦の中でルーのゼータガンダムが攻撃したドワッチがリーナを一時的に避難させていた場所に落ちてしまったことで、ジュドーは妹を失うという悲劇に見舞われることになる。当然ジュドーは何もできなくなって塞ぎ込んでしまうのだが、仲間たちからの励ましもあって徐々に立ち直ることになり、以降のガンダムダブルゼータのエピソードはシリアス色が強いものになっていく。続いてネオジオン軍から逃れてたどり着いた、おそらくアルジェリアの北部にあると思われる砂漠のガルダーヤでは、本機にルーが乗り込み、青の部隊のゲルググを撃破し、グレミーのドライセンを中破、至近距離でドワッチを撃破するといった無双っぷりを見せている。一方で次に向かったメルリル湖畔での戦闘では、ビーチャが暴走して本機に無理やり乗り込むも、ジュドーたちの助けがなければ普通に終わっていたというありさまであった。そしてアーガマと合流後、アイルランドのダブリンを目指すことになり、その道中から再びジュドーが操縦し、量産型バウの部隊に何度も苦戦させられることになるのだが、その中で3回目のハイメガキャノンも撃っている。続くダブリンではネオジオンによるコロニー落としが行われ、カラバと協力してその避難民の救出のために動こうとするも、妨害するラカンのザク3率いる部隊と交戦状態となり、合体途中にコアファイターが狙われ絶体絶命となる。しかしそれを助けたカラバのハヤと小林が犠牲となったことで、皮肉にも危機は脱したものの、コロニーは現地に落ち、大きな被害を出す結果となった。その直後に交戦していたラカンダカランのザク3を撃破後、プルのクローンであるプル2が狩るサイコガンダムマーク2がアーガマを襲撃。ダブリンでの戦いで傷つきながらも、満身創痍でアーガマを守ろうと戦うプルのもとに駆けつけ、激戦を繰り広げることになる。激しい空中戦を展開するも途中でエネルギー不足になってしまい、絶体絶命になる中、プルのキュベレイマーク2がジュドーをかばって自爆。それでも仕留められず、勝ち誇っていたプル2に対し、その怒りから発動したバイオセンサーの効果で再び動けるようになり、致命傷を与えた後、とどめはさせなかったが撤退まで追い詰めている。その後はノルウェーにあるカラバの基地から空へ戻り、ラビアンローズにてレユーゴの上層部から新型艦であるネール・アーガマへの乗船を拒否されるも、敵襲に乗じてブライトがジュドーたちも乗せて出撃。本機はネオジオン軍のイリアパゾムが狩るリゲルグと交戦し、戦いの中で起きたニュータイプ同士の共鳴や L のガンダムマーク2からの援護もあって撤退させている。そこからはブライトが抜け、ビーチャが艦長ポジションとなり、ネオジオンが向かったサイド3方面へ向かうことになるが、道中 3D 部隊のジャムルフィンが立ちふさがり、ビーチャの百式と共に窮地に追い込まれてしまう。しかしジュドーのニュータイプ能力とリーナの声に助けられて退けることに成功している。そしてたどり着いたサイド3で
グレミーが起こしたネオジオンの内乱に巻き込まれていくことになる。まずはプル2が狩るクイーンマンサにネール・アーガマが狙われ、それをかばって戦ったラビアン・ローズが落とされてしまう。直後にジュドーは兵器として利用されているプル2を説得しようとするも失敗。そこから本機にはファッツで実験が行われたフルアーマーユニットを装着して、装甲と推進力の強化だけではなくミサイル搭載数を大幅に強化し、腹部にハイメガキャノンまで加えたフルアーマーダブルゼータガンダムとして出撃。キャラスーンのゲーマルクに奇襲をかけていたラカンのドーベンウルフと交戦、見事に撃破。続いてアクシズ内部でグレミーとプル2の2人が乗ったクイーンマンサと決戦となる。仲間の機体が圧倒される中、ビームをものともしない絶大な防御力と火力を生かして近づき、ジュドーに説得されたプル2が彼の元に向かうことになるのだが、それを追いかけたグレミーがルーのゼータガンダムに直接撃たれたことで決着がついている。その後すぐに本機はフルアーマーを外しており、外見に大きな違いはないのだが、ジェネレーター出力や対ビーム性能の向上、バックパックを大型化、基本性能を大幅に向上させた強化型になっている。この仕様で最後に繰り広げられたのはハマーンとの決闘。撃ったハイメガキャノンを彼女の力で完全防御されるという実質オーラバトル状態で、その後攻撃を避けるために分離したことが災いして絶体絶命になる。しかし過去に散っていったニュータイプたちやカミーユの意志が彼に力を貸し、オーラで再合体という奇跡を起こす。そして互いの渾身の一撃で打ち負けたハマーンはジュドーと会えたことに満足しながら身を投げたのであった。もっともジュドーはリーナを傷つけたハマーンを許し、彼女を救おうとさえ考えていたがゆえに、この戦いは勝利とは言い難い悲しい結末としか言えないようなものであった。その後も連邦のやり方に腹を立て、その怒りをブライトにぶつけたりといったことがあったものの、悪い結末ばかりということはなく、最後は木星船団に所属し、ルーと共に旅立とうとするジュドーの目に意外な光景が映る。それは亡くなったはずのリーナの存在であった。失った家族をやっと取り返すことができた彼は、彼女と仲間に見送られて木星へと旅立ったのであった。そしてその後の本機の行方ははっきりしているようで、実ははっきりしていなかったりする。その後のダブルゼータガンダム OVA ガンダムイボルブダブルドットスラッシュ10によると、ガンダムダブルゼータの最終決戦で損傷した本機は木星へと旅立つジュドーの蒸気として不完全な修理が行われた。その新たな仕様が GGGR。 この仕様は最終決戦で損傷した上半身を修復した上で、おそらくはジム3の下半身を改良したと思われる代用品の B パーツを装着したことでかろうじて復元した機体になっている。もっともその影響でジェネレーター出力や継戦能力も落ちており、 G フォートレスにもなれないため、長距離移動にはサブフライトシステムが必要であるなど、劣化版ダブルゼータガンダムといった状態であった。しかし任務中に交戦したネオジオン残党との戦いの最中、どんな取引をしたのか、リーナが送ったダブルゼータガンダムの B パーツと換装したことで強化型ダブルゼータガンダムとして復活。ハイメガキャノンでネオジオン残党のドーベンウルフを葬り、本機は無事木星へと旅立っていった。そして実はこれ以降の本機の正式な行方は語られていない。漫画機動戦士ビクトリーガンダムプロジェクトエクソダスには、本機の回収機と思われるガンプという機体と、後のジュドーと思われる老人であるグレーストークこと木星 G さんと呼ばれる男が宇宙世紀 O153 に登場しているのだが、漫画サイドの設定によると、実はこのガンプは宇宙世紀 0087頃に作られた機体と言われる一方で、いくつか存在するダブルゼータガンダムの試作機の一つではないかと言われており、ガンダムダブルゼータのラストで大破した本機であることはありえないと明言している。ただしガンプの設定は1994年に誕生し、 GGGR の設定の誕生は2004年12月以降であるため、
現在はガンプがダブルゼータガンダムである可能性は十分あり得るものになっている。そしてガンプはクロスボーンガンダムシリーズにも登場しており、ガンダムイボルブのエピソードの少し前に発売された機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートの時点では最初のガンプの設定を踏襲していたのだが、最近新たに連載されていた機動戦士クロスボーンガンダムラブ&ピースでは少しだけ設定が変わっている。こちらでは宇宙世紀013頃に木星兄さんと呼ばれていたグレーストークと損傷具合がまだマシなガンプが登場しているのだが、ガンプが本気であることはありえないという一文はなくなっている。一方で改修を重ねてきたため原型機は不明となっており、本機の行方はあくまで推測の域を出ないものになっているのであった。ちなみに本機の設計自体は発展を続け、現在では先ほどのプロトタイプダブルゼータガンダムのナイトロ搭載型、同じくダブルゼータガンダムの試作機形を改良したヘッジホックや、そこに魔改造を施したファーブニル、結局量産されなかった量産型ダブルゼータガンダムや分離合体機構をなくして純粋な可変機にしたシータプラス、移設系では先ほどのガンプのベース機候補の一つと言われるメガゼータなどが登場していたりと、ガンダムダブルゼータの後の本機には謎が多いものの、本機の斬首はさまざまなバリエーションを生んでいたのであった。そしてそんな本機の設定も一筋縄ではいかないものだったらしく、さまざまな試作案が立てられていたのだが、その幻ともいえるバリエーションは意外と知られていない。制作裏のバリエーション。本機の誕生までにデザインされた機体たち。始まりは新たなアニメであるガンダムダブルゼータの主役機のデザインとしてサンライズが行ったデザイン会議。この時点ではまだ名前がダブルゼータガンダムとは決まっておらず、さまざまな名前の候補機が誕生したのである。現在判明しているものを順に追っていくと、まずは長野守氏が手掛けたアルファガンダム。こちらは背面にバインダーを持つ非可変機であった。続いて藤田和美氏によるもので、後に流派東方腐敗を扱う機体とは全く関係がないが、突撃型ゴッドバードガンダムという飛行形態を持つゴッドガンダム。次にこちらも後に誕生するものとは関連はないと思われるが、初代ガンダムと同じコアファイター内蔵型で装備を換装して重戦車と宇宙用の2つの形態になれるガンダムマーク3。岡本秀夫氏がデザインしたもので、シードガンダムという機体に G フライヤーと呼ばれるパーツが合体し変形することで誕生するオメガガンダム。先ほどのゼータガンダムのデザインなどでもおなじみの秋高美香氏のデザインで、名称は同じだがコアガンダムと呼ばれる機体に G アーマーが合体するオメガガンダム。さらに同種はもう一体ダブルゼータガンダムとほぼ同じ構造を持つネオガンダムという機体をデザインした。そしてそのネオガンダムがまず最初に有力候補となったのである。そこからメインデザイナーに選ばれた長野守氏がネオガンダムの設計をベースに主役機である本機のデザインを進めるも、立体化した時に問題があるということで途中でスポンサーとのトラブルがあり降板。続いてジオなどのデザインを手掛けた小林誠氏が頭部に波動砲、モビルスーツ形態はガンダム、飛行形態は G アーマーという現在の本機にさらに近いものに仕上げる。そこからスポンサーと秋高氏や岡本氏、そして北爪博之氏のクリーンナップを経て本機のデザインにつながっていったなど、本機は宇宙世紀世界だけではなくリアル世界においても膨大な試作機たちの思いを経てその姿を形作っていったのであった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。